はい、どうも皆さん、こんにちは、ぎまです。今日はですね、こういうものを作っていきたいと思います。はい、こういう感じですね。音と音楽に反応して、このボックスと球体がですね、こうやって動く。光がちょっとチカチカするというものですね。はい、こういうものを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。では、早速やっていきます。じゃあ、まずは、ソップからスフィア出してください。スフィアですね。はい。で、今回これはこのまま使っていきます。で、ポイントを、このポイントね、ランダムにしたいので、ここからソートをかけて、ポイントは、ランダムにしておきます。はい。でですね、もうノイズも先にかけておきますか。ノイズですね。はい。こういう感じで、結構グニグニ動いちゃうんですけど、ここをちょっとね、ゆっくりめにして振り幅を少し抑えておきます。この方、後で音楽にね、合わせてここは数値を変えていくんですけど、まあ今こういう感じでしておきます。はい。で、ちょっとゆっくりぐるぐるね、回転させたいので、トランスフォームをかけて、回転もここでかけておきます。はい。で、ローテーションのここですね。はい。ここを数値に変えます。はい。で、ここも、こういう感じで、X と Y ですね。で、少し見にくいんですけど、少しこうぐる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 回転しているような感じで、ゆっくりですね。にしておきます。はい。で、これを土台にしていくので、一旦ここでヌルに変換して、このまま置いておきます。はい。で、ですね、ソップ、これですね。これに変換するんですけど、今回ですね、このポジションだけじゃなくて、この方線、この向きですね、向きの方を取りたいので、これは一回オフにして、カスタムにしてですね、はい、ここを、ポジションと向きですね、方線ですね、これに変えます。で、t の xyz、はい、こういう感じにね、書いておきます。はい。で、今回はカラーも色もね、一個一個別々の色にするので、ノイズもここでかけておきますかね。はい。で、ランダムにして、で、数だけ、こっちのね、このポイントの数に合わせたいので、ここも数を合わせておきます。で、これですね。はい。なので、ここもオペレーターの、ですね。はい。これで数は同じになりましたね。これとここの数、これが同じになっています。はい。で、これは、色なので RGB でいきますかね。RGB でいきます。はい。で、これもう一個、コピーしてあげて、今度スケールの方ですね。スケールも変えます。スケールも1でとりあえずいいかな。ここだけ、このスケール S に変えておきます。はい、こういう感じです。はい。で、これをまあ、ひとまとめにしておくので、これですね。まずでこれを1個にまとめておきます。はい。こういう感じです。まあ、ひとまとめにしたわけですね。はい。で、これもまあ、これで終わりなので、メールにつないでおきます。はい。で、ですね、今回ボックスを使いましたので、ボックスをここに配置していきます。で、スケールはちっちゃくていいかな。1ぐらいかな。はい。で、ジオメトリーをここに入れて、今1個だけなんですけど、ここに、インスタンスここをオンにして、これを入れます。はい。で、こいつのポジションですね。このポイントのポジションで、このボックスを配置していきます。tx, ty, dz ですね。はい。そうすると今こんな感じで、はい。こういう感じになっています。で、カラーも書いていきますかね。RGB ね。RGB に変えていきます。で、この色もね、ここからコンスタントでいいので入れて、入れておきます。で、カメラもね、入れておきます。カメラ。はい、こういう感じですね。で、この向きをね、この斜めの時は斜めにこう向いてるようにしたいので、どういうことかというと、ここで円を取りましたよね。
これ取ってみます。向き、XYZ これ取っているので、この向きに変えていくんですけど、ここがわかりやすいかな。スプレーオプション。この向きにね、ボックスをそれぞれ配置します。斜めになっているときは斜めに。こういう感じでね。全部真正面向いているわけじゃなくて、横を向いているやつは横を向いているように配置していきます。それがこの N ですね。これ XYZ で変換しているので、このインスタンスの2番目のここですね。ここに NX、NY、NZ を入れていきます。はい。そうすると、それぞれボックスがその方向にね、向いてくれるようになります。で今、綺麗にね、全部同じ形しているので、こうスケールで書いていきます。そうですね。これで形は、全部ね、この方線の向き、向いていて、で、カラーと、スケールがね、バラバラになっています。レンダーでね、はい。これで変換しておきます。で、これを今回はですね、デプスを使って少し色付けをしています。デプスですね。はい。これを入れて、そうか、これをここに入れる。こうやってね。で、今、真っ白になってるんですけど、ですね。とりあえず30ビットに変えてもらって、ここを、カメラ、ここに合わせます。で、この値ですね。この値を、確か5の値にしましたっけ？ 4 こうだね。これと5に変えてあげると、こうやってね、横側とか遠いところから、カメラから距離が離れているところに、こうやって少し白くなってくれます。この白いところに、このぼかしがね、ブラーがかかってくれます。なので、これだと、もうちょっと距離をね、詰めてもいいかなとか、あとですね、とかね。もう少し後ろも見えてもいいかなとかっていうのも、ここで調整ができます。で、今日はね、5で、5にしておきましょう。後ろの方はあんまり見えないようにしておきます。で、これを、白にね、このぼかしが、ブラーがかかるので、これだと全体的にね、かかってしまいます。なので、レベルを入れて、黒いところは黒くっていう風にね、ブラックレベルを上げて、ここで調整します。これぐらいかな。で、ここに、裏をかけるんですけど、今日はこれを使います。はい。で、これを上につないで、これを下につなぎます。そうすると、ちょっとわかりにくいかな。そうか、これを上げないとダメか。これのね、この数値を上げてください。そうすると、色が、後ろは黒の方が見やすいかな。と思ってますね。入れて、背景を少しね、黒に変えてから確認したいと思います。よいしょ。はい、こういう感じですね。この白ければ白に近ければ白に近いほど、このぼかしがかかっています。この値これでね、これ調整できます。今そんなにかけてもあんまり良くないので、12とかぐらいにしときますかね。はい、後ろの方は少しぼかしがかかっていて、ピントがね、手前の方になってくれてます。この黒い方が、黒ければ黒いほどピントが合うっていうものですね。はい、こういう感じになってます。で、これだけだと少し、球体が見えてる方がね、面白いので、これがいいかな。見る、しますか。ここで、何でしょうかな。ここでですね、もう一個、ジオメトリを追加します。はい。で、これはワイヤーフレームにしたいので、ここからワイヤーフレームを出します。はい、こういう感じですね。で、音をあとは追加してね、ここのノイズのここを調整すればいいので、音追加するだけですね。オーディオ、ファイルインでいきますかね。オーディオ、デバイスアウトですね。こういう音楽が流れてますね。これちょっとうるさいので止めておきます。はい、この音を、まず2
2つ波形はいらないので、1個だけ、チャンネル1だけ取ります。なので、セレクト、またこれだ。はい、これで、ここはもう切っておきましょう。はい。これでチャンネル1だけいいので、消してチャンネル1だけね、取ります。はい。次がオーディオ、スペクトラム。これですね。これで波形を縦の方向にします。ちょっと顔近いな。もうちょっと後ろ行きますか。はい。で、一応また後でね、音量調整とかね、するかもしれないので、ちょっとマーチをかけて、ね、調整できるようにしておきます。ここでね、振り幅調整できるので、今1のそのままにしておきます。はい。で、アナライズを、これを入れてですね、波形をマックスの方にしておきます。一番上のところですね。この一番上の値を取るようにします。はい。で、もうちょっと後ろかな。ノイズにかけるから、この辺がかな。はい。で、このね、波形が少し速いので、ゆっくり、そんなにね、ラグをかけて、こう、ゆっくり入ってきて、ゆっくり戻っていくっていうようなものにします。こういう感じですね。はい。で、これで完成かな。で、これでヌルにつなぎますか。はい。これでヌルにつないで、最初ここにね、ここにつなげていきます。そうすると、はい。こういう感じでね、動いてくれます。これでもうちょっとこの、マッチのここですね。ここを上げれば、こうやってもっと大きく動きます。ここはもう好みですね。もっとこう上げてもいいですし、まあ、今日はそのまま1のままでいきます。D のものをもう少しこうフラッシュみたいにチカチカとしてたんですけど、それはこの後にですね、もう一個、追加しました。ブルームですね。パレットから、これじゃないとか、イメージのところですね。このブルームを入れて、はい。で、これをね、繋いだだけです。これを繋いで、一応、どうだったかな、黒。黒にしたいので、また、これを持っていきましょうか。背景黒にしておきます。はい。で、これじゃなくて、これで見ようかな。はい、今こういう感じですね。で、これの、確か、ここですね。コンスタントのところに、さっきの色、ここですね。これの音楽のものを持ってきています。なので、これどうしようかな。一旦、何本2つないでもいいか。何本2つないであっちにね、近くに持っていきましょう。これを、ここまで持ってきて、ここですね。はい、ここにつなぎます。はい。そうすると、こうやって音楽に合わせて、こう、うねうね動いて、こう、チカチカするものですね。はい。で、ちょっとデプスがかかっているので、後ろの方は、見えにくく、手前の方にピントが合うような感じになっています。でね、もうちょっとカメラ近づけたりして、調整してもいいですね。3とかにして。大きくして、ここの、方ですね。ここにまた3とかにしても面白いですね。こういう感じにしてもいいかなと思います。うまく鳴らしてみますか。よいしょ。そうか。はい、こういう感じですね。はい、以上で完成となります。はい、最後までありがとうございました。